日本語を勉強したい。そんな人のための動画。今日で初めてなんだけど、10分だけで単語を1000個も詰め込める？まあ、やるけど。絶対編集が大変だよ。これ、2回か3回スマホで撮影してて、もう4回目くらい、50分も時間を無駄にしてて、単語が少ないと気になるんだよね。この単語を増やそうとか、これ、動画を作るクリエイターはわかると思う。まあ、アニメの声とか、VTuber の配信がリスニングしやすくなるように、雑談っぽくカジュアルに話しますね。自分の日本語は少し早いけど、単語は簡単だと思う。自分は英語を勉強してるけど、アメリカ英語かイギリス英語かまだ迷ってるんだよね。ちゃんと決めたいんだけど、アメリカ英語はずっと R と TH の音になれない。音が出せない。イギリス英語はカタカナに近いけど、ちょっと難しいんだよね。コックニーの発音は簡単だけど、コックニーはおすすめしないってコックニーの人がよく言うよね。でも、イギリスの英語はどれもかっこいいと思う。最近韓国語の勉強もしてて、まだ1ヶ月だけど、単語も文法もめっちゃ似てるので、めっちゃ覚えやすい。あの国って K-POP アイドルとか歌手とかずっと勢いがすごいよね。たまに誰かわからないけど、音楽はめっちゃいいみたいなことあるよね。不思議だなって感じるよね。韓国の食べ物も中毒性が高い。一時期辛ラーメンばっかり食べてた。めっちゃ美味しい。あと焼肉もすごいよね。韓国料理のお店ってだいたいチキンとか豚肉が多いんだけど、安いんだよね。自分の家は東京なんだけど、近くにある専門店が1000円で満足できるのよ。チキンと豚肉と卵のスープとおにぎりとデザート。すごいよね。ランチ限定だから昼ご飯の時間しかやってないんだけど、1万円行くところもあるのに1000円だけでめっちゃ楽しめる。マジで最高よ。まあ普段は100円のパンと10円のうまい棒を食べるけど、もうお金がないからやばいよ。自分はパートの仕事をいろいろやったんですけど、5回か6回かな。めっちゃ仕事を変えたんだよね。もともと学校の先生を目指してて、でも大学に入ったら医者とか銀行とかそっちに興味が出たんだよね。世間から評価されてるし、お金持ってる印象もあるよね。結局22歳の時にスマホメーカーで働いたけど、正直微妙だった。お金も微妙だし、仕事の内容も微妙。結局また3回か4回仕事を変えて、パソコンメーカーで2年働いてましたね。最初の1年はオフィスが10階だったんだけど、高いところが苦手でずっと怖かったんだよね。最後の1年は3階になったからめっちゃ安心したんだよね。自分の家族なんだけど、よく知らないんだよね。父親と母親は連絡取ってない。兄と姉はいじめてくるから嫌い。もう知らない。自分は将来子供とか絶対作らない。この話題大丈夫かな？まあ、両親がいる人とか、嫁、旦那がいる人とか、娘、息子がいる人とか、大切にしてあげてね。自分みたいにならないように。悲しいね。おじいちゃんおばあちゃんは好きなんだけどね。妹か弟が欲しいなっていう人めっちゃ多くない？絶対嫌なんだけど。もし2歳とか3歳年下の子供がいたら想像以上にイライラすると思う。自分はめっちゃ動物が好きでペットを飼いたいと思ってて、犬とか猫もいいけど、犬は2匹飼ったことあるし、猫は4匹いたんだけど、鳥に興味があってフラミンゴとかめっちゃ好き。まあでかい鳥はアフリカとかヨーロッパしか飼えないと思うけど、近所で鶏が飼われてたからそのおかげなのかな、わかんないけど、でも鳥は昔から好きだね。来年あたりに1羽か2羽は買いたいね。自分は服に興味がなくて、ユニクロみたいな安いものしか買わないんだよね。下着とか靴下とかズボンとか必要なものだけ買うんだよね。髪もめっちゃ適当だし。ファッションは帽子くらいかな。こだわりがあるのは帽子だけかも。自分は日本以外の国に住んだことないからわかんないけど、日本って山がたくさんあって、海も広いし、川もいっぱいあるんだけど、全部嫌いなんだよね。山は熊が怖い。川も熊が出そう。海は広すぎて怖い。空も雲が怖い。木があると虫が出るから好きじゃない。自然が嫌だから東京にいる。まず、外が嫌いなのかも。風が強いのは嫌だし、夏が暑いのも嫌だし、冬が寒いのも嫌だし、草とか花がいっぱいあると蜂に刺されるかも。もう何もできない。終わりだよ自分の人生。生まれた時から体が弱いのもあると思う。よく頭痛くなるし、首も痛くなるし、腕も痛くなる。スマホとかパソコンでゲームやってると、手とか指をめっちゃ動かすじゃん。目も使うじゃん。1時間半くらいで疲れちゃうんだよね。昨日か一昨日の話なんだけど、首めっちゃ痛かった。もっと遊びたいって思うんだけどね。メンタルは大丈夫なんだけど、体がダメになるんだよね。
自分はカフェインもダメで、コーヒーが大好きで、2杯か3杯は飲むんだけど、カフェインレスじゃないと体調が悪くなるんだよね。お茶もダメだし、紅茶もダメ、コーヒーも飲めない。水とか牛乳とかコーラとかジュースじゃないとすぐ体調悪くなる。あと、酒もダメなんだよね。ビールとかワインも苦手だね。明日か明後日に友達とお酒を飲むんだけど、ちょっと嫌だなって思ってる。一番困るのは、お茶を持ってくる人。お茶どうぞって言われて、ありがとうって言うんだけど、飲めないんだよね。だから、友達の家にお茶を持っていく。もう友達にあげちゃう。正直好き嫌いが多いんだよね。小さい頃甘いものが好きで、リンゴとかイチゴとかブドウとかみかんとか、あと梨とか果物ばっかり食べてて、普通の食べ物をあんまり食べてなかったかも。朝ごはんが味噌汁とリンゴだったこともある。それで喜んでた。やばいよね、普通に考えて。自分、車とかバスとか乗り物が苦手で、飛行機とか船とか想像したくない。地下鉄の電車は外が見えないから好きなんだよね。だから東京にいるんだよね。小学生の時にバスケをやってたんだけど、身長が低いからめっちゃ弱かったんだよね。でも、中学生の時にテニスの王子様に憧れて、テニスを始めたらめっちゃ得意だったと思ってたんだけど、高校生の時に先輩にボコボコにされてやめたんだよね。最近、昔のランドセルを見つけて、筆箱があったんだけど、鉛筆とか消しゴムとか、ハサミ、ボールペン、シャーペンとか、いろいろ出てきて、当時のノートとか教科書がマジで懐かしかったんだよね。小学生に戻りたいね。小学校の時に古い家がリフォームされて、部屋全体が変わって、椅子とか机とか全部変えて、窓とか階段とか屋根とか全部壊して、新しい家になって、部屋も大きいんだけど、ちょっと寂しかったんだよね。これが新しいお家って思ったけど、昔の家を思い出すと、寂しい気持ちが出てきて、ちょっと複雑だったんだよね。でも、ボロボロの冷蔵庫がピカピカになったのはめっちゃ良かった。月曜とか火曜とか水曜とか曜日って分かりづらくない？先週の木曜は楽しかったとか、来週の金曜遊ぼうよとか、それ何日って思っちゃう。11日 ?12 日いつなの？日付で言ってくれないって思っちゃうんだよね。これって自分だけ？ 12 日の土曜とか13日の日曜とかカレンダーを見ないと分からないから、日付で言ってって思っちゃう。今週の土曜が誕生日なんだとかね。今週って言うならもう明日とか明後日とか3日後って言えばいいじゃん。これ自分だけなのかな？多分自分だけだよね。でもめっちゃ気になる。新しいキーボードがついに来たんだけど、いくらだっけ？多分9000円くらい。部屋が暗いし、汚いから明るくできるやつが欲しいと思って光るキーボードにしたんだよね。あと、音がうるさいから静かなスイッチを選んだ。前のキーボードは反応が遅いと思ったけど、今のキーボードはめっちゃ速い。多分前のやつは厚みがあってストロークが長いんだよね。今のキーボードはめっちゃ薄くてストロークが短い。だから反応が早い。大きさも良くて、横が30センチで、縦が10センチくらい。テーブルの横幅が1メートルで、マウスパッドが70センチだからちょうどいいんだよね。あと、叩いた時の音がいい。触っててめっちゃ楽しい。でも、薄いキーボードって厚みがあるキーボードより位置が低いから、たまにタイピングでミスするんだよね。そこだけ微妙かも。自分が東京に来る前はめっちゃ田舎者で、映画館まで車で1時間とか、薬局まで自転車で30分とか、やばいくらい田舎だったんだよね。薬が必要な時にすぐ買えなかった。でも東京は何でもあって、コンビニとかスーパーは近くにあって当たり前で、病院とか薬局もあって、大きな公園とか水族館とか博物館とか、よくわからない F ランク大学とか、マジで何でもある。街を歩いてたらめっちゃ人がいるんで、人が多いのが嫌だって人もいるけど、自分は安心するんだよね。だから東京が一番好きかな。先月の話なんだけど、朝ごはんか昼ごはんを食べてる時に、なんか外が騒がしくて、何を騒いでるのと思って、外に行ったら、トラックが2台あって、パトカーも2台あって、そこに警察がいて、怖い感じだったんだけど、道が狭いところにトラックが2台入れなくて、ぶつかったらしい。ちょっと恐ろしいよね。アルバイトしてた時に椅子に座るだけでしょ、楽なバイトだねーと思ってたんだけど、一日中ずっと座ってて腰がめっちゃ痛くてかなりしんどい。ただ座って待つだけなんだけど楽じゃないね。その後友達と一緒に飲食店でバイトしたけど、めっちゃ忙しくてめっちゃ大変だった。働くのが好きじゃないって気づいて半年で辞めた。春が終わって夏休みに入ったり、秋が終わって冬休みに入ると何をして過ごせばいいのかわからないんだよね。便利な時代だけど、便利すぎて何をすればいいのかマジでわからない。とりあえず原神のガチャを回して過ごしてる。
自分は足が太いんだけど、腕が細いから痩せてるってよく言われる。でも、結構太ってるんだよね。体重が70キロぐらい。毎朝運動してるから、足は筋肉があるけど、腕は筋肉がないんだよね。毎晩筋トレしようかなってちょっと考えてる。自分、歯が弱くて、ちゃんと歯を磨くんだけど、虫歯が多いんだよね。10本ぐらいある。あと、鼻にニキビが出る。これ嫌なんだよね。普段の食事で甘いものとか油が多いとニキビが出やすいんだけど、やめられないんだよね。あと、目も悪くてメガネがないとよく見えない。耳も悪くて音量を大きくしないとよく聞こえないんだよね。髪の毛もよく抜けるから将来ハゲになると思う。最悪だよね。友達から借りたものってめっちゃ忘れるんだよね。一昨日渡したやつ返してよ。あーごめん、忘れてた、みたいな。悪いと思ってるんだけど、いつも忘れちゃうから申し訳ない気持ちになるんだよね。